胎児の夢。人間の胎児によって他の動植物の敗退の全部を代表させる。宗教、科学、芸術、その他無限の広範にわたるべき交渉、引令、及び文献に関する注記、説明は省略、もしくは極めて対応にとどめる。人間の胎児は母の体内にいる10ヶ月の間に一つの夢を見ている。その夢は胎児自身が主役となって演出するところの万有進化の実況とも題すべき数億年ないし数百億年にわたるであろう恐るべき長尺の連続映画のようなものである。すなわちその映画は胎児自身の最古の祖先となっている原子の単細胞式微生物の生活状態から始まっていて、引き続いてその主人公たる単細胞が次第次第に人間の姿、すなわち胎児自身の姿にまで進化してくる間の想像も及ばぬ長い長い年月にわたる間に悩まされてきた狂心、外目すべき天変地異を、または自然淘汰、生存競争から受けてきた息も疲れぬ災難、迫害、辛苦、艱難に関する体験を、胎児自身の直接、現在の主観として、さながらに描き表してくるところの、一つの素晴らしい想像を超越した怪奇映画である。その中には、すでに化石となっている有史以前の怪動植物や、または、そんな動植物を斬し、絶滅せしめた天変地異の形容を絶する遺憾、壮観が、そのままの実感をもって映写し出されることは言うまでもない。引き続いては、その天変地異の中に生き残って進化してきた原始人類から、現在の胎児の直接の両親に至るまでの代々の先祖たちが、その深刻、痛烈な生存競争や、種々雑多の欲望に駆られつつ犯してきた、無量無辺の罪業の数々までも、いちいち胎児自身の現実の所業として描き表してくるところの、驚愕と戦慄とを極めた大悪夢でなければならぬことが、次に述べる通りの体生学と夢に関する二つの大きな不可思議現象を解決することによって直接、間接に立証されてくるのである。まず第一に、人間の胎児が母の体内に宿ったとき、その一番最初に表している形は、すべての生物の共同の祖先である原始動物と同様に、たった一つのまん丸い細胞である。そのまん丸い細胞の一粒は、母体に宿ると間もなく、左右の二粒に分裂、増殖する。そうしてそのまま密着し合って、やはり一個の生物となっている。その左右の二個は、やがてまた、各々上下の二個ずつに分裂、増殖する。そうしてやはり、その四個とも一つに密着し合って、母体から栄養を取りつつ、一個の生物の機能を営んでいる。かようにして4個、8個、16個、32個、64個、以上無数、というふうに倍数ずつに分裂しては密着し合って、次第次第に大きくなりつつ、人類の最初の祖先である単細胞の微生物から人間にまで進化してきた先祖代々の姿を、その進化してきた順序通りに間違いなく母体内で繰り返してくる。まず魚の形になる。次にはその魚の前後のヒレを四足に変化させて這い回る水陸両生類の姿に変わる。次にはその四足を強大にして駆け回る獣の形態を表す。そうしてついにはその尻尾を引っ込めて前足を持ち上げて手の形にして
後ろ足で直立して歩き回る人間の形、普通の胎児の姿にまで進化してから、おぎゃーと生まれる。という段取りになるので、そうした順序から、これに要する時間までも、万人が万人、ほとんど大差ないのが通例になっている。これは体制学上、すでに分かりきっている事実で、誰一人否定し得ない現象であるが、さて、それならば、あらゆる胎児は何故に、そのような手数のかかる体制の順序を母体内で繰り返すのであろうか。なぜにすぐさま小さな人間の形になって、そのままに大きくなって生まれてこないのであろうか。または、最初のたった一粒の細胞がなぜに、そんなに万人が万人申し合わせたように、寸分たがわぬ体制の順序を繰り返してくるのであろうか。すなわち、何が胎児をそうさせたか。という問題になると、誰一人として適当の解釈を下し得る者がいない。現代の科学書類の隅から隅まで探し回っても、この解釈だけは発見されない。ただ、不思議というより他に説明のしようがないことになっている。次に、一切の胎児はかようにして自分の先祖代々が進化してきた姿をその順序通りに寸分の間違いなく母の体内で繰り返してくるのであるが、しかしその経過時間は非常に短められているので、人間の先祖代々の動物が何百万年か、もしくは何千万年がかりでヒレを手足に、鱗を毛髪に、といった順序に少しずつ進化させてきた各時代時代の姿を、わずかに分とか秒とかで数え得る短時間のうちに繰り返して経過してくることさえある。これはすでに一つの説明のできない不思議として数えられ得るのであるが、さらに今一歩進んだ不思議なことには、その縮められている時間と実際の進化に要した時間の割合が、決してでたらめの割合になっていないらしいことである。すなわち人間の胎児は、およそ10ヶ月間で、原始以来の先祖代々の進化の動程を繰り返すことになっているのであるが、その他の動物は概して、進化の度合いが低ければ低いだけ、その体制に要する時間が短くなっているので、進化の度の最も低い、すなわち原始時代の姿のままの細菌、その他の単細胞動物は、大部分体制の時間を全然持たない。そのままの姿で分裂して、二つの新しい生物になってゆく、というのが事実上の事実になっているのであるが、これは一体どうした理由であろうか。進化の度の最も高い人間の胎児は、何故に最も長い体制の時間を要するのであろうか。還元すれば、何が胎児をそうさせるか、という問題について適当の解釈を加えようとすると、現代の科学知識では絶対に不可能であることが発見される。やはりただ、不思議というより他に説明のしようがないことになっているのである。以上は胎児に関する不可思議現象の実例であるが、次に、こうして出来上がった人間の肉体を解剖学方面から研究、観察してみると、また同じような不可思議現象が数限りなく現れてくる。すなわち、人間の肉体なるものを表面から観察してみると、その進化の度が高いだけに、還元すれば、その体制に念が入っているだけに、他の動物よりもはるかに高尚、優美に出来上がっていることが、とりあえずうなずかれるであろう。その柔和な、威厳を含んだ目鼻立ちから、綺麗な皮膚、美的に均整した骨格や肉付きまで、
いかにも万物の霊長らしく見受けられるのであるが、しかしひとたびその肉体の表皮をめくって、肉を引き離し、内臓を検査し、脳髄や五感の内容を解剖して細かに観察してみると、その各部分部分の構成は一つ一つに下等動物から進化してきた我々の先祖代々、魚、爬虫、猿などの生活期間のお譲りであることが判明してくる。すなわち一本の歯の形にも、一筋の毛髪の組織にまでも、それをそこまで洗練し、進化させてきた、驚くべき超年月にわたる自然淘汰の大迫害、もしくは生存競争の真空艱難の歴史がありありと記録されているので、そんな歴史をいちいち克明に記念して、その通りに胎児の姿を繰り返して進化させて、人間の姿にまで仕上げてきたあるものの偉大、深刻なる記憶作用が、完成した人間の細胞の隅々までも明瞭に刻みつけられているのである。言うまでもなく、かような現象は進化論、遺伝学、または解剖学等々で如実に証明されている事柄だから、ここには詳細な説明は加えないが、しかし、それは何者が記憶していて、そのような歴史を繰り返させたか、何が胎児をそうさせたかということについては、まだ何一つ説明が与えられていない。やはりただ、一つの不思議というより他に説明できないことになっている。しかもそればかりではない。さらに今一歩突っ込んで、人間の精神なるものの内容を観察すると、かような事実がさらに一層深刻、痛切に立証されてくる。すなわち人間の精神もまたこれを表面から観察すると、他の動物とはとても比較できないほど段違いの美しさを表している。人間は万物の霊長であるという自覚、もしくは文化的プライドと名付くる、いわゆる人間の皮一枚をもって、自己の精神生活の内容を覆い包んで、常識とか人格とか名付くるお化粧を施して、超然と済まし帰っているのであるが、しかし一旦その表皮、すなわち人間の皮なるものを一枚剥ぎ取ってみると、その下から現れてくるものは、やはりその人間の遠い遠い祖先である微生物が、現在の人間にまで鍛え上げられてきた、驚くべき超年月にわたる自然淘汰、生存競争の大迫害に対する警戒心理、もしくは生存競争心理が、その時代時代の動物心理の姿で、そっくりそのままに遺伝されたものばかりである事実が、あまりにも露骨に発見されてくるのである。まずいわゆる文化人の表皮、博愛人事、正義人道、礼儀作法などで粉飾してある人間の皮を一枚めくると、その下からは野蛮人、もしくは原始人の生活心理が現れてくる。この事実を最もよく立証しているものは無邪気な少児である。まだ文化の皮のかぶり方を知らない少児は、同じように文化の皮のかぶり方を知らない古代民族の性格を至るところに発揮していくので、棒切れを拾うと戦争ごっこをしたくなるのは、部落と部落、種族と種族の間の戦争行為によって生存競争を続けてきた、いわゆる好戦的な原始人の性質の遺伝、すなわち細胞の中に潜在して伝わってきた野蛮人時代の本能的な記憶が、棒切れという武器に似た格好のものの暗示によって刺激され、目覚めさせられたものである。虫けらを見つけると、何の意味もなしに追い回してみるのは、動くものを見れば
何でも追いかけてみるという狩猟時代の心理の遺跡を、虫けらの暗示によって刺激誘発されたもので、そうして捉え得た虫けらの手足をもぎ取り、右翼を奪い、腹を裂き、火に炙りなぞして喜び戯れるのは、そうした方法によって獲物や不良を処分し、翻弄し、侮辱して、勝利感、優越感を徹底的に満足させようとした古代民族の残忍性の記憶をそのままに再現しているものに他ならないのである。また、赤ん坊を暗いところに置くと泣き出すのは、やはり火を持たぬ時代の原始人が、猛獣、毒蛇に満ち満ちた暗黒に対する恐怖の復活で、どこへでも大小便を漏らすのが大昔、木の根や草の中に寝ていた時代の習慣の再現であることは、現代の進歩した心理学の研究によって説明されている通りである。次にこの野蛮人、もしくは原始人の皮を今一度めくってみると、その下には畜生、すなわち近獣の性格がいっぱいに応一していることが発見される。例えば同性、すなわち知らない男同士か女同士が初対面をすると、一応は人間らしい挨拶をするが、腹の中では妙に目の玉を白くし合って、嘘嘘と相手の周囲を嗅ぎ回る心理状態を表す。油断をすると相手の尻のあたりまで気を回して、微細なところから不愉快な点を発見して、お互いに鼻にシワを寄せ合ったり、歯をむき出し合ったりする気持ちをほのめかす。うっかりすると吠え立てる。噛みつく。町の辻で出会った犬猫の心理と全然同一である。その他自分より弱いものを見つけると、ちょっといじめてみたくなる。少し邪魔になるやつは殺してくれようかと思う。誰もいなければ盗んでやろうか。人の小便を嗅いでおこうか。自分の異物は埋めておこうか。なぞいった畜生のままの心理の表現を我々は日常生活の至るところに発揮しているので、誰でも口にするこん畜生とかこのけだものめとかいう罵倒詞に当てはまる心理の現れは皆これに他ならぬのである。次に、この近獣性の下にある角膜を今一つ切り開くと今度は、その下から虫の心理がうじゃうじゃと現れてくる。例えば、仲間を押し落としても高いところへ這い上がろうとする。誰にも見えないところを這い回って、うまいことをしようとする。うまいことをすると、すぐに安全第一の穴へ潜り込もうとする。栄養のいいやつを見つけると、こっそり近づいて寄生しようと試みる。あたり構わぬ不愉快な姿や動作をして、一心を保護しようとする。硬い殻に隠れて寄せつけまいとする。敵と見ると、他の者を犠牲にしても自分だけ助かろうとする。いよいよとなると、毒針を振り回す。墨を吹く。小便を放射し、悪臭を放散する。またはそこいらの事物や、自分より強い者の姿に化ける。なぞ、低級、卑怯な人間のすることは皆、かような虫の本能の丸出しで、俗言に言う弱虫、ウジ虫、米食い虫、泣き虫、血吸い虫、接近虫、へっぴり虫、ゲジゲジ野郎、ボウフラ野郎、なぞいう言葉は、こうした虫けら時代の心理の遺伝したものの現れを指した軽蔑詞に他ならない。次に、最後に、この虫の心理の革新、すなわち人間の本能の
最も奥深いところにある一切の動物心理の核心を切り開いてみると、ばい菌、その他の微生物と共通した原生動物の心理が現れてくる。それは無意味に生きて、無意味に動き回っているとしか思えない動き方で、いわゆる群衆心理、流行心理、もしくはやじ馬心理というものによって表されている場合が多い。その動き回っている行動の一つ一つを引き離してみると、全然無意味なもののように見えるが、それが多数に集まると、いろいろなばい菌と同様の恐るべき作用を起こすことになる。すなわち光るもの、立派なもの、声の高いもの、理屈の簡単なもの、刺激のはっきりしているもの、謎いう新しい、わかりやすいものの方へと群がり寄っていくのであるが、無論判断力もなければ理解力もない。顕微鏡下に置かれた微生物と同様の無自覚、無定見のまま恍惚として、大勢に惹かれながら大勢が行く。そこに無意味な感激があり、誇りと安心があるのであるが、しまいには何ということなしに感激のあまり夢中になって、惜しげもなく命を捨ててゆく、暴動、革命等に陥ってゆくありさまは、さながらにリンゴ酸の一滴に集中する成虫の感がある。人間の心理はここに至って初めて、物理や化学式の運動変化の法則に近づいてくる。すなわち、無生物と紙一重のところまで来るので、政治家、その他の人気取りを職業とする者が利用するのは、かような人間性の中心となっている、ばい菌性の流路に他ならないのである。かような心理の中で、最単純、低級なものを中心にして、外へ外へと高級、複雑な動物心理で包み上げて、その上をいわゆる人間の皮なるもので包装して、社交、体裁、身分、家柄、面目人格などいうリボンやレッテルを持って飾り立て、お化粧を塗って、香水を振りかけて、大道を闊歩してゆくのが我々人類の精神生活であるが、その内容を解剖してみると、大部分は右の通りに人体細胞の中に潜在している祖先代々の動物心理の記憶が再現したものに他ならないことが発見されるのである。しかしこれとても、前に述べた肉体の解剖的観察と同様、胎児がいかにしてそんな千万無量の複雑多様の心理の記憶を、その細胞の潜在意識、もしくは本能の中に包み込んできているのか。何が胎児をそうさせたか、というような事柄は全く説明されていない。一個の人間の精神の内容が、そんなような過去数億年間における万有進化の遺跡そのものであるという事実すらも、人間は万物の霊長とか、俺は人間様だぞとかいう浅はかなうぬぼれに覆い隠されて、全然注意されていない状態である。以上は胎児の体性と、その体制によって完成された成人の肉体と精神上に現れている万有進化の遺跡に関する不可思議現象を列挙したものであるが、次にはその人間が見る夢の不可思議現象について観察する。夢というものは昔から不思議の代表と認められているので、少しでも意外なことに出会うと、すぐにこれは夢ではないかと考えられるくらいである。
実物と少しもたがわぬ神羅万象が見えるかと思うと、想像も及ばぬ奇抜、不自然な風景や品物がごちゃごちゃと現れたり、その現れた風物に現実世界における真理や物理の法則がその通りに行われてゆくかと思うと、神話、伝説にもないような突飛な法則によって、その風物がいきなり放題に千変万化したりするので、その夢の正体と、そうした夢の中の真理、継承の変化の法則については、古来、幾多の学者が頭を悩ましてきたものであるが、ここにはそのような夢の特徴の中でも、夢の本質、正体を明らかにする手がかりとして、最も重要な左の参考を挙げる。1、夢の中の出来事は、その進行してゆく移り変わりの間に、非常に突飛な、辻褄の合わないところがしばしば出てくる。いな、そのような場合の方がずっと多いので、そんな超自然な継承、物体の不合理極まる活躍、天変が、すなわち夢であると考えた方が早い。にもかかわらず、その夢を見ているうちには、そうした超自然、不合理を怪しむ気がほとんど起こらないばかりでなく、その出来事から受ける感じが、いつでも真剣、真面目で、現実もしくは現実以上に深刻痛切なものがあること。2、未だかつて見たことも聞いたこともない風景や素敵もない天変地様が実際と同様の感じを持って現れてくること。3、夢の中に現れてくる出来事は、それが何年、何十年の長い間に感じられる連続的な事件であっても、それを見ている時間はわずかに分、もしくは秒をもって数え得るほどに短いものであることが、近代の科学によって証明されていること。以上列挙してきたところの、胎児と夢とに関する各種の不可思議現象は、何人も否定し得ない科学界の大疑問となっているのであるが、しかも、そうした不可思議現象が何故に今日まで解決されていないか。これらの不思議を解決する鍵がどうして今日まで誰にも見当たらなかったかという疑問について考えてみると、これには二つの原因がある。その一つは人間を大成させ、かつその大成によって完成した成人に夢を見せるところの人体細胞に関する従来の学者の考え方が全然間違っていること。それから今一つは、この宇宙を流れている時間というものに対する人類一般の観念が根本的に間違っていること、と、この二つである。言葉を変えて言えば、人体を組織している細胞の一粒一粒の内容は、その主人公である一個の人間の内容よりも偉大なものである。いな、全宇宙と比較されるほどの素晴らしく偉大、複雑な内容、性能を持っているものである。だからその細胞の一粒の内容を外観から顕微鏡で覗き、その成分を科学的に分析し、その分裂、繁殖の状況をその形態や色彩の変化によって研究する従来の唯物科学式の行き方では到底細胞の内容、性能の偉大さはわかるものではない。それは英雄、偉人の生前の業績を無視して、単にその死体の外貌を観察し、内部を解剖することのみによって
その偉大な性格や性能を確かめようとするのと同様の無理な注文である。また、時間というものにおいても同様のことが言える。中央気象台や我々の持っている時計の針や地球、太陽の自転、公転などによって示されてゆく時間というものは真実の時間ではない。唯物科学が勝手に制作しだした人工の時間である。錯覚の時間、インチキの時間である。真実の時間というものは、そんな窮屈な、寸法で測られるような堅苦しいものではない。もっともっと変通自在な、限界不可思議なものである。という事実が実際に主行できれば、同時に胎児の夢の実在が主行できるはずである。生命の神秘、宇宙の謎を解く鍵を握ったも同然である。元来細胞なるものは、人間の体の何十兆分の一という小さい粒々で、どの弱い顕微鏡にはかからないくらいの微粒子である。だからその内容の複雑さや、その表し得る能力の程度なども、やはり人間全体の能力の何十兆分の一ぐらいのものであろう。いずれにしても極度に単純な無力なものであろう。というのが、今日までの科学者の頭の大部分を支配してきた考えであった。だからその後、その細胞の不可思議な生活、繁殖、遺伝等の能力が次から次に発見されて科学者を脅威させてきたけれども、その研究は依然として顕微鏡で覗かれ、科学で分析され得る範囲、すなわち唯物科学で説明され得る範囲の研究に限られてきたもので、大体の考え方は、やはり人体の何十兆分の一という程度の単純な無力なものという概念を一歩も踏み出していない。そうしてそれ以上の研究をするのは唯物科学を冒涜するものである。学者として一つの罪悪を犯すものであるとさえ考えられてきた。しかしこれは現代のいわゆる唯物科学的な論法にとらわれてきた学者連中が細胞の内容や能力をその形や大きさから考えて多分これくらいのものだろうというふうに見当をつけた極めて不合理な一つの当て推量が先入手となったところから起こった了見違いである。生命の神秘、夢の不可思議なぞいう科学界の大きな謎が、いつまで経っても不可解のままに取り残されているのは、そうした吉野髄から天井を除く式の囚われた唯物論的に不自由、不合理な、もう一つ還元すれば、科学に囚われすぎた非科学的な研究方法によって、広大無辺な生命の主体である細胞を研究するからであることが、ここにおいて主講されなければならぬ。そんな旧式の学問常識や、囚われたこじつけ論に対する従来の迷信を一掃して、もっと自由な、囚われない態度で、宇宙万有を観察すると同時に、この問題をもっと適切、明瞭な、実際的な現象に照らし合わせて考えてみると、その一粒の細胞の内容には、顕微鏡や科学実験室で観測、計量し得るよりも、はるかに偉大、深刻な、実に宇宙全体と比較しても、遠さを認められないほどの内容が含まれている事実が、
現代を超越した真実の科学知識によって気づかれなければならぬ。いわゆる唯物科学的な研究、考察方法を命の綱と迷信している人々が、いかに否定しようとしても否定できない事実に直面しなければならぬ。その第一に挙げなければならぬのは、細胞が人間を作り上げる能力である。すなわち命の種として母体に宿ったただ一粒の細胞は、前に述べた通りの順序で分裂して成長しながら、先祖代々の進化の後を次から次へと追うて成長してくる。あそこはああであった。ここはこうであったと思い出し、魚、トカゲ、猿、人間という順序に寸分間違いなく自分自身を作り上げてくる。しかも一概には言えないが、なるべく良心の美点や長所を総合して、少しでも進化したものにしようとするので、耳、目、鼻、口の位置は万人が万人同様でありながら、これは私の子だ。誰にも似ている。彼にも似ている。感触の起こし具合はお父さんに生き写しだ。物覚えのいいところは私にそっくりだ。なぞと極めて細かいところまで微妙に取り合わせてゆく。その細胞一粒一粒の記憶力の凄まじさ、相互間の共鳴力、判断力、推理力、向上心、良心、もしくは霊的芸術の批判力等の深刻さはどうであろう。さらにその細胞の大集団である人間が、宇宙間の神羅万象に接してこれを理解し、またはこれに共鳴、感激して、国家とか社会とかいう大集団を作って、共同一致、人類文化を形成してゆく。その想像力の深遠、広大さはどうであろう。そのような、ほとんど全知全能とも言うべき大作用のすべては、機能するところ、結局、最初のたった一粒の細胞の霊能の現れでなければならぬ。還元すれば、現代人類のかくも広大無辺な文化といえども、その根元を考えてみると、こうした顕微鏡的な存在に過ぎない細胞の一粒の中に含まれている霊能が、全地球表面上に反映したものに他ならぬのである。微光。かように偉大な内容を持つ細胞の大集団が、脳髄の仲介によって、その霊能をただ一つ、すなわち各細胞共通、共同の意識下に統一したものが人間である。だからその人間が表す知識、感情、意志などいうものは、細胞一粒一粒のそれよりもはるかに素晴らしいものでなければならないはずであるが、事実はその正反対になっているので、世界始まって以来、いかなる賢人、または偉人といえども、細胞の偉大な霊能の前には無力同然、太陽の前の星のごとく廃棄しなければならない。すなわち人間の形に統一された細胞の大集団の能力は、その何十兆分の一にあたる細胞の能力の、そのまた何十兆分の一にも相当しないという起現象を呈している。これは人間の身体各部における細胞の霊能の統一機関、すなわち脳髄の作用がまだ十分の進化を遂げていないために、細胞の霊能の全文的な活躍が
妨げられているものと考えられる。同時に、地上最初に出現した命の種である単細胞が、地上に最初に出現した時の初一年とその無限の霊能が、その霊能を地上に具体的に反映さすべく種々の過程を経て、最有利、有能な人間にまで進化してきて、まだまだ有利、有能な生物に進化していきつつある。その過渡期の未完成の生物が現在の人間であるがために、かような矛盾、不都合な起現象が現れてくるものと考えられる次第である。しかしこのことは極めて重大な研究事項で、一朝一夕に解き尽くし得べき限りでないから、ここにはただ参考として一言しておくにとどめる。しかして人間の肉体及び精神と細胞の霊能との関係がかように明白となった以上、夢なるものの本質に関する説明もまた極めて容易となってくるのである。すべての細胞はその一個一個が我々一個人の生命と同様、もしくはそれ以上の意識内容と霊能を持っている一個の生命である。だからすべての細胞は、それが何か仕事をしている限り、その労作に伴うて養分を吸収し、発育し、分裂、増殖し、疲労し、老死し、分解、消滅していきつつあることは、近代医学の証明しているところである。しかもその細胞の一粒一粒自身が、その労作し、発育し、分裂し、増殖し、疲労し、分解し、消滅してゆく間に、その仕事に対する苦しみや楽しみを我々個人と同様に、それ以上に意識している。と同時に、そうした楽しみや苦しみに対して、我々個人が感ずると同等、もしくはそれ以上の瞑想、創造、空想等の機械、変幻を極めた感想を無偏在にたくましくしてゆくことは、あたかも一個の国家が起こって滅びてゆくまでの間に、千万無量の芸術作品を残していくのと同じことである。この事実を端的に立証しているものが、すなわち我々の見る夢である。そもそも夢というものは、人間の全身が眠っている間に、その体内のある一部分の細胞の霊能が何かの刺激で目を覚まして活躍している。その目覚めている細胞自身の意識状態が脳髄に反映して記憶に残っているものを我々は夢と名付けているのである。例えば人間が不消化物を飲み込んだまま眠っていると、その間に胃袋の細胞だけが目を覚まして、うんうんと労働している。ああ、苦しい。やりきれない。これは一体どうなることか。どうして俺たちばっかりこんなにひどい目に遭わされるのか。謎と不平満々でいると、その胃袋の細胞の果てしもない苦しい、不満な気持ちが一つの瞑想となって脳髄に反映されてゆく。すなわちその苦しい思いの主人公が罪のないのに刑務所に入れられて、重たい鎖につながれて、自分の力以上の意志を担がせられて、うなりながら働いているところ、不可抗的な大きな地震で家の下敷きになってもがき回って悲鳴を上げているところなぞ。そのうちにその苦しい消化の仕事が楽になってくると、やれやれという気持ちになる。
そうすると夢の中の気持ち、脳髄に反映されてゆく瞑想や空想の内容も楽になって、山の絶頂で日の出を拝んでいるところだの。スキーに乗って素晴らしいスロープを一気に滑り降りる気持ちだのに変わる。あるいはまた、寝がけに彼女に会いたいなと思って目を閉じていると、その一年の官能的な刺激だけが眠り残っていて、彼女のところへ行きたくてたまらないのに、どうしても行けないじれったい気持ちを夢として描き表す。彼女の姿は美しい花とか鳥とか風景とかいうものによって象徴されつつ、彼の前に笑み輝いているが、それを手に入れようとすると、いろいろな邪魔が出てきて、なかなか近づけない。その細胞の記憶に残っている太古時代の天変地異が突然目の前に現れてくるかと思うと、祖先の原人が住んでいた地方のものすごい鉱山、断崖が見えてくる。その中を祖父が落ちぶれて小敷していた時の気持ちになったり、親父が泳ぎ回った大川の光景を同じ思いをして泳ぎ渡ったりする。または猿になって山を越えたり、魚になって海に潜ったりしつつ、千辛万苦してやっと彼女を、花、もしくは鳥を手に入れることができた、と思うと、最初のじれったい気持ちがなくなるために、その夢もおしまいになって目を覚ます。その他、寝小便のおかげで、太古の大洪水の夢を見る。花が詰まったおかげで、溺れ死にかかった少年時代の苦しみを、今一度夢に描かせられる。なぞ、かようにして、手でも足でも内臓でも皮膚の一部でもどこでも構わない。全身が眠っている間に何らかの刺激を受けて目を覚ましている細胞は、きっとその刺激にふさわしい対象を瞑想し、空想し、妄想している。何かの夢を見ている。すなわち、その時その時の細胞の気持ちに相応した、または似通った場面や光景を、その細胞自身が先祖代々から受け伝えてきた記憶や、その細胞の主人公自身の過去の記憶の中から、手当たり次第に呼び起こして、勝手気ままに重ね合わせたり、つなぎ合わせたりしつつ、そうした気持ちを最も深刻、痛切に描き表している。もしそうした気分が非常識、もしくは変態的なもので、それに相応した感じを表す瞑想の材料が見当たらない場合には、すぐに想像の品物や風景で間に合わせ、埋め合わせてゆく。人体内における細胞独特の恐怖、不安を表すために、ミミズや蛇のようにのたくり回る台所道具を瞑想したり、苦痛を表すために、鮮血の滴る大木や火炎の中に咲く花を描き表したりすることは、あたかも神秘の正体を知らない人間が羽の生えた天使を考えるのと同様である。これは我々の目が覚めている間の気分が周囲の状況によって支配されつつ変化していくのとは正反対で、夢の中では気分の方が先に立って移り変わってゆく。そうしてその気分にしっくりする光景、風物、場面をその気分の変わってゆく通りに後から追いかけ千変万化させてゆくのであるから、その千変万化がいかに突飛な
辻褄の合わないものであろうとも、その間に何らの矛盾も不自然も感じない。のみならず、現実式の印象よりも、かえって自然な、深刻、痛切な感じを受けるように思うのは当然のことである。還元すれば夢というものは、その夢の主人公になっている細胞自身にだけわかる気分や感じを象徴する継承、物体の記憶、幻覚、瞑想の群れを理屈も筋もなしに組み合わせて、そうした気分の移り変わりを極度にはっきりと描き表すところの細胞独特の芸術ということができるであろう。美行。欧米各国における各種の芸術運動の近代的傾向は、無意味な、もしくは断片的な色彩、音響、または突飛な継承物体の組み合わせ等によって、従来の写実的、もしくは常識的の表現法以上の痛切、深刻な気分を表現しようとすることによって、暫時、夢の表現法と接近しつつある。夢の正体が細胞の発育、分裂、増殖に伴う細胞自身の意識内容の脳髄に対する反映であることは以上説明する通りであるが、次に夢の内容において感ずる時間と実際の時間とが一致しない理由を明らかにする。すなわち一般の人々が時計とか太陽とかによって示される時間を真実の時間と信じているために、いかに大きな錯覚を起こして厳正な科学的の判断に錯覚をきたし、驚愕し、面食らいつつあるかを説明すれば、この疑問は立ちどころに評価するはずである。現代医学によると、普通人の平静な呼吸の約18、もしくは脈拍の70いくつを経過する時間を基準として1分間と定めている。その60倍が1時間、その24倍が1日、そのまた360いく倍が1年と規定してある。同時にその1年はまた、地球が太陽を一周する時間に相当することになっているので、信用ある会社でできる時計が示す時間は、万人一様に同じ1時間ということになっているのであるが、しかしこれは、要するに人工の時間で、真実の時間の正体というものは、そんなものではない。その証拠には、その同じ長さの人工の時間を各個人が別々に使ってみると、そこに非常な相違が現れてくるから不思議である。手近い例を挙げれば、同じ時計で測った1時間でも、面白い小説を読んでいる1時間と、停車場でぼんやり汽車を待っている1時間との間には、驚くべき長さの相違がある。尺丈で測った品物の一尺の長さが、万人一様に一尺に見えるようなわけにはいかないのである。または、水に潜って息を詰めている1分間と、雑談をしている1分間とを比較しても、思い半ばに過ぐることで、前者はたまらないほど長く感ずるのに反して、後者は一瞬間ほどにも感じない。というのが偽らざる事実でなければならぬ。さらに今一歩進んでここに死人があるとする。その死人は、その死んだ後においても、その無感覚の感覚によって時間の流れを感じているとすれば、1秒時間も1億年も同じ長さに感じているはずである。また、そう感ずるのが
死後の真実の感覚でなければならぬので、すなわち1秒のうちに1億年が含まれていると同時に、宇宙の寿命の長さといえども、1秒のうちに感ずることができるわけである。この無限の宇宙を流れている無限の時間の正体は、そんなような極端な錯覚、すなわち無限の真実のうちに、矢のごとく静止し、石のごとく失踪しているものに他ならないのである。真実の時間というものは、普通に考えられている人口の時間とは全く別物である。むしろ太陽、地球、その他の天体の運行、または時計の針の回転などとは全然無関係のままに、ありとあらゆる無量無辺の生命の個々別々の感覚に対して、同時に個々別々に無限の伸縮自在さをもって静止し、同時に流れているものということが、ここにおいて理解されるのである。次に、地上に存在している生命の長さを比較してみると、何百年の間茂り栄える植物や、100年以上生きる大動物から、何分、何秒の間に生まれ変わり死に変わる微生物まであるが、大体において、形の小さいものほど寿命が短いようである。細胞もまた同様で、人体各別の細胞の中で、寿命の長いものと短いものとの平均をとって、人間全体の生命の長さに比較してみると、国家の生命と個人の生命ほどの相違があるものと考え得る。しかし、それらの長い、または短い、いろいろの細胞の生命が、主観的に感ずる一生涯の長さは同じことで、その生まれて死ぬまでの間が人口の時間で測って1分間であろうが100年であろうが、そんなことには関係しない。生まれて、成長して、生殖し、老衰して、死滅していきつつ感ずる実際の時間の長さは、どれもこれも同じ一生涯の長さに相違ないのである。この道理を知らないで、朝生まれて夕方死ぬ赤ん坊の哀れさを、同じく朝生まれて日暮れ型に老死する虫の生命と比較して諦めようとするのはバカバカしく不自然、かつ不合理な話で、筆記をするところ、融通の利かない人口の時間と、無限に伸縮自在な天然の時間とを混同して考えるところから起こる悲喜劇に過ぎない。一切の自然、一切の生物は、かように無限に伸縮自在な天然の時間を各自勝手な長さに占領して、その長さを一生の長さとして呼吸し、成長し、繁殖し、老死している。同様に、人体を作る細胞の寿命が、人口の時間で測っていかに短くとも、その領有している天然の時間は無限でなければならぬ。だからその細胞が、その無限の記憶の内容と無限の時間とを使って大車輪で夢を描くとすれば、50年や100年の間の出来事を一瞬、1秒の間に描き出すのは何の造作もないことである。シナの古伝説として日本に伝わっている簡単夢枕物語に、路星が夢の50年、実は泡飯一睡の間とあるのは事実、何の不思議もないことである。